いつもありがとうございます。華道家のフライケです。今回はですね、検証動画なんですが、ちょっと説明をしないとですね、一般の方には何のこっちゃわからない検証になってしまうので、ちょっとだけ説明をさせていただきたいと思います。で、今回ですね、検証するのはですね、楓の切り花の水をあげるっていうことなんですけれども、昔からですね、楓の切り花は水が上がりにくいと言われていてですね、特殊な水あげ法ですね、水あげの仕方、特殊なやり方をしないと水が上がらないと言われているんですけれども、そうではないですね。ちょっと元気がない切り花の水をしっかりとあげる方法を私、いろいろと知っているので、これもしかしたらそのちょっと手厚めに水をしっかりとあげる方法を楓にもやれば水上がるんじゃないのっていうことでですね、今回特殊な水あげ法を使わずに楓の水をしっかりめにやれば上がるんじゃないかという検証になっております。それでですね、最初にですね、お話ししておかないとちょっと動画詐欺みたいになっちゃうところがあるので、お話ししておきたいことがあるんですけれども、その楓のですね、特殊な水あげ法というのが、この動画では一切出てきません。で、これなんでかっていうとですね、なかなか楓の水あげ法というのは生け花関係の人たちの中でも内緒にされていたりとかですね、これをですね、誰でも見れる、無料で見れるところで公開してしまうと困る人もいる可能性があるのと、文化的にも価値がなくなってしまう可能性があるので、今回それはちょっと、出てこないということにさせていただくんですが、ただですね、普通にですね、水あげをした時に、普通に水が上がる状態ですね、特殊な水あげ法を使わなくても上がるような花、ただその普通な水あげをしても上がるんだけれども、もうだいぶ元気がなくなってしまった、そういう花に対して、こういうことをすれば水が上がりやすいよというのがですね、今回の検証動画の中で、ご覧になっていただけますので、そういうところは楽しんでいただけるかなと思います。というわけで検証開始です。はい、まずはですね、状態の確認です。こんな感じでかなり水が下がった楓の枝があります。で、この楓の枝をですね、水をあげるポイントを狭めるためにですね、余分な枝は切ってしまいます。このようにですね、水をあげる箇所をですね、狭めることによってより残った枝に水が上がりやすくなります。今こんな感じですね。続いてですね、葉っぱの保水ですね。葉っぱの保水のために水をジャバジャバと葉っぱにかけていきます。そしてこちらの花器にだいたい8分ぐらいですかね、たっぷりめにお水を入れて、でしっかりと割っていきます。でこれ割るんですけど、左手の方に力が向かっているので、ハサミの方向としてですね、なのでこういうことをするときは怪我に注意していただけるといいかなと思います。で十文字に割ります。やっぱり割る面積が広いと水もそれだけ上がりやすくなるので。そして脇枝をちょっと残しておいて、これを花器の中に入れて固定していきます。これが花留めになる形ですね。そしてまだ余分な枝があったので落として、で葉っぱもですね落として、どんどんと水が上がる範囲を狭めて水をあげやすくします。で不自然にならないように、取りすぎないように楓の枝の葉っぱですね、葉っぱを整理していきます。そして水圧をかけてより水をあげやすくするために水をたっぷりと満たしていきます。はい、完成ということでですね、なかなかですね、楓の緑色の風がふわーっと爽やかに吹き抜けるような、そんな雰囲気に仕上がったんじゃないかなと思います。はい、無事に完成してですね、検証終了ということなんですが、ちょっとですね、ビフォーアフター見比べていきたいと思います。今ですね、こんな感じですね。こういう感じで、なかなか水が下がってしまった状態の葉っぱが、作業後にはこういった感じになるということでですね、うまくいっただろうという感じがあって、なんだ、楓の枝もこうやったら上がるんだっていう風に思われた方も多いと思うんですが、これ残念ながらですね、
撮影のですね、照明もつけているので、その影響もあるんですが、なんと、この生け終わった後、水がシャキッとしてからだいたい2時間ですね、2時間。2時間で、楓の水が下がってしまって、一番最初の状態のようにこうだらーんとした状態になってしまうということで、検証結果としてはですね、水は上がるんだけど水持ちが悪いので、だいたい 2,3 時間で水が下がってしまうということになりました。検証結果としてはですね、残念な結果になってしまったんですが、これ動画撮ってよかったなと思ったのはですね、昔からですね、楓の水は上がりにくいと言われてるんですけど、そうではなくて実際にやると水は上がるんだけれど、水持ちが悪いっていうことがこれ実際にですね、動画を見てる方も私もこれ体験したわけじゃないですか、見て。なのでそういう昔から言われていることが実はこういうことなんだよっていうのが分かっただけでもかなり有意義だったんじゃないかなと思っています。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。